こんにちは、もとこです。本日ご紹介する作品はこちらのビッグメッシュバッグの編み方をご紹介したいと思います。こちらはですね、見ての通りめちゃめちゃ大きい目で、大きいマスのメッシュバッグです。もう本当にバッグの底からこう続いて、結構ね、この大きなメッシュがかなりアクセントになるバッグかなと思ってます。肩にかけるとこんな感じで、しかも結構大きめに作ったので、しっかりと荷物も入って大容量、海だったりとかレジャーに持っていくのもすごくおしゃれで可愛いかなと思っております。で、デザインはですね、このバッグの底、こんな感じで、まずここ平編みで編んでるんですね。で、そこから輪になるようにぐるぐるっと編んでいって、最後ハンドルを編むという編み方になってるんですけど、ハンドルもこんな風にここの模様がぐーっとサイドにつながるようにデザインしました。ここがね、ぐっと最後へらしめになって、この上の部分ちょっと細くなってるんですけど、ここの三角形の部分もすごくすっきりしつつ、ちゃんとテクニックを使って仕上げてるので、すごくこういうところもおしゃれ見えするんじゃないかなと思っております。それでですね、こちらのバッグ、じゃん、セイサミ。これ黒なんですけど、これのベージュと、キーティーのコード、ライラックを引き揃えて編みました。で、オンラインストアでも販売するんですが、これライラックです。今持ってるのがライラック。こんな感じで、ちょっとセイサミがチラチラと見えてくるのがすごくおしゃれで可愛いなと思ってます。で、全部ここに入れてるんです。で、他にカラーを編んだ。ベージュ、これセイサミのベージュを引き揃えてるんですけど、セイサミのベージュ引き揃えたバージョンがブラック。これもね、すごくシックでおしゃれ。なんかちょっと雪が降ってるかのような、チラチラとした雰囲気がすごいおしゃれです。で、それ以外に、オリーブ、かわいい。この色大好き。で、やっぱフロスティーグレー、この色すっごいおしゃれなカラーだなと思って、くすんだミントのようなグレーのような色。これもブラックを混ぜて作りました。あとはフィヨルド。みんな大好きフィヨルドさん。これも黒混ぜました。こんな感じの5色展開でオンラインストアでは販売しています。で、今回やっぱこのデザインすごく可愛いし、で、このデザインって全然いろんな糸でも編んでいけるような編み方なんですね。糸を変えても全然 OK っていう感じの編み方になっているので、このコードとセイサミバージョンと、じゃん！これメロンです。コードオンリーでも編みました。ちょっとね、一回りちっちゃくはなるんですけど、こんな感じで荷物を入れてあげて、ちょっとだけちっちゃいって感じかな。そんなに肩にかけて何も問題ないぐらいの、そんな感じになります。両方ともコードは3玉使用。で、セイサミは、一応コーンに巻いてお届けするんですけど、30g お届けするような形になっております。こんな感じで、たくましい。こんな感じで、ぜひぜひ、いろんな糸で編んでいただけたら嬉しいなと思っております。じゃあ、ではこのもうこのでっかいメッシュがめちゃめちゃ私ハマって、今ショッパータイプも編んでるんですけど、そちらも交互期待ということで、ぜひお楽しみにしていただけたら嬉しいです。ということでですね、オンラインストアではコードオンリーで編むビッグメッシュバッグ、コードとセイサミを引き揃えて編むビッグメッシュバッグ、両方販売しておりますので、ぜひぜひチェックしていただけたら嬉しいです。カラバリはこちらコード全色で、こちらは5色展開となっております。で、両方ともオンラインストアの URL などは概要欄に記載するので、もしよかったら見てみてください。それでは、編み始める前に、概要欄に先ほどお伝えした URL、SNS の URL も記載します。あと、目次代わりになるチャプターなどもご用意しているので、もしよかったらそちら見てみてください。それでは、編んでいくぞー！実はこちらの糸を使って編んでいきます。キーティーのオリジナル糸コード。シルケット加工のツヤが綺麗なコットン糸です。こちらのフィヨルドを使って編みつつ、途中からこんな感じで編み地で仕上げていこうかなと思います。こちらがコードと最近発売のセイサミを引き揃えて編んだもの。この編み地につぶつぶが混ざって、またこれはこれですごく可愛いので、一応オンラインストアではコードだけで編む
キットで、コードと精査目引き揃えて編むキット両方発売しようかなと今のところ思っております。使用するかぎ針は4号で、結構4号針でちょっと細めなんですが、きちっとちょっときつめに編んでいこうと思ってます。それでは編んでいきます。まずは鎖編みを43目編みます。はい、こんな感じで糸の下に針を置いてくるっと回して引き抜いて、まずは最初の作り目というかスタートですね。この輪に糸をかけて輪っかを通して鎖編みをしていきます。これを全部で43目編んでいきます。43目編み終わりました。それではまずバッグの底から編んでいきます。このグレーで囲われたというか色付けされたところがバッグの底となります。で、バッグの底もこのメッシュにして、全体的にこう柄が底から全部つながっているようなイメージで編みます。まず作り目を43目編んだら立ち上がり鎖4目編みます。長々編み鎖4目で1234目作り目飛ばして、その次に長々編み長々編み長々編み3回編みます。でまた鎖4目4目飛ばして長々編み3目という風に編んでいきます。それでは編んでいきます。まず立ち上がり123 4目編みます。針に2回糸を巻きつけて1234目で43目42目目作り目の42目目に長々で1234目編んで針に2回糸を巻きつけて1234作り目を飛ばします。でその次の目に針を入れて長々編みを3目でまた1234目という風にこの鎖4目と長々編み4目を繰り返して編んでいきます。1段目編み終わりました。それでは2段目はすべての目長編みを編みます。でこの鎖1段目の鎖ですね、前段の鎖編みの部分は割ります。割って長編みを編みます。それでは編んでいきます。次の段は長編みなので立ち上がりは鎖編み3目でくるっと返して前段の長々編みに長編みで、ここからこの鎖4目あるところを割って4目長編みを編みます。で今これ平編みで編むので編み地の裏を見ている状態なので、この鎖も裏から割ろうと思います。こんな感じに鎖の目があるので下1本を避けて裏山と鎖の上1本を拾う。こんな感じ。これが裏山ですね。このポコってしてるの。で、反対見ると、こんな感じで鎖。なので、この下1本を避けて、裏山と鎖の上1本を拾って、編む。はい、こんな感じで長編みを4目編みました。そしたら次は長々編みの頭を拾って長編み3目で、また次鎖編みの部分が来たら鎖編みを割って長編みを4目編みます。
2段目編み終わりました。それでは3段目です。3段目、もう1段目と同じ編み方です。編み入れる箇所が前段の長編みの頭に編むという風になります。で、この2段目と3段目繰り返していって、編んでいきます。それでは編んでいきます。1、2、3、4目で長々編みを前段の長編みに編む。こんな感じで編んでいきます。2パターン編み終わりました。編み目数だったり段数は同じです。ちょっとだけコード1本で編んだ方が気持ち小さいかなという感じです。こんな感じでバッグの底は編み終わりました。全部で1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11段編んでいます。それではですね、12段目からはこの周りをぐるーっと編んでいって筒状に編んでいきます。そしてこのバッグの底なんですが、この長編みの面を表にしたいので、この編み始めの糸が右手側に来る方を表とします。それでは12段目編んでいきます。まずはここ立ち上がり鎖編み3目です。そして編み柄に沿って長編みを編んでいきます。こんな感じでここ編みました。そしたらここは27目編みます。そしたらこのまま次はこの長々編みの足を拾って編みます。側で拾って編んでもいいんですが、ちょっとなんとなく割って編んでいこうかなと思います。で、このもう図案に従ってこんな感じで拾って編んでいくといいかなと思います。今この長編みのところ、長編みのところ2目拾って、この長編みのところも2目拾って、次この長々編みのところは3目ほど拾って編んでと。こんな風に図案に従いながら編んでいきます。ここ27目編みました。そしたら今度は反対側、ここはこの鎖を、これ作り目の鎖ですね、割りつつ、ここ長々編み入れたところは鎖1本ずつ残ってるので、ここを拾います。で、一番右側はここが長々編み1本残ってる隣の鎖、これが立ち上がり鎖4目の台の目となっているので、ここに長編みで、また次鎖1本余ってる目に長編み、そしてその後はこの余ってる鎖4目を拾ってというか割って長編みを4目する。で、ここは残ってる1本。
んな風に編んでいきます。そうしたら今度こちら側もここ編んだ時と同じように、拾って編んでいきます。基本的にはこの一番最初の長々編みの部分は長編みを2目編む。でそれ以降はこの長編みの段は長編みを2目で、長々編みの段は長編みを3目編んでいくといい感じに均等に編めて、目数通りに編めていくかと思います。この段ずれちゃうとこれ以降の柄がずれちゃうので、12段目編み終わった後は1回くるっと1周目数数えてあげるとずれがなくていいかと思います。ぐるっと1周編んでまいりました。そしたら立ち上がり鎖3目の3目目に針を入れて引き抜く。これで12段目が完成で、これ以降は筒状に編んでいきます。はい、それでは編み図こちらです。次13段目鎖4目長々編みで、鎖4目編んだら長々編み、前段に従いながら編んでいきます。でこの編み方をもうぐるーっと一周編んでいって止める。でもうおのおのというかね、その各段ほんと前段に従って増減なしでこの模様ですね、長々編みの段と鎖4目と長編みの段と長々編みと鎖編みを交互に編む段、この2つの段を組み合わせて模様を作っていきます。それでは13段目立ち上がり123 4目で長々編みを隣の目に編む。で123 4目編んだら1234飛ばして、その次に長々編みを3目、これを繰り返していきます。基本的に編み方はバッグの底と同じですね。こんな感じで編んでまいりました。そしたら立ち上がり鎖4目の4目目に針を入れて引き抜くと、これをもう筒状に編んでいきます。次の段は全部長編みで、次の段ですねは長々編みと鎖編みの段という風に筒状に編んでいきます。全部で30段編み終わりました。バッグの底こんな感じで、側面もこのように編みました。結構ね、縦に長編みが連なってるのですっごい伸びるっていう感じではなく、使いやすいのではないかと思います。それでは一旦ここで糸をカットします。カットして糸始末です。でここで一旦キュッと引き抜いてしまって、次はハンドルをつけていきます。ハンドルの編み図このようになってます。バッグのこのワンハンドルなので、この側面を側面のサイズからこう斜めになって1本にこう上でつながるようなデザインです。でこの長編みの段を表に出したいので、ちょっとここ抜けてますね。後で足しておきます。長編みの段を表に出したいので、まずハンドルの1段目はこの裏側を見て編んでいきます。でハンドルはこう表裏と平編みで編んでいきます。はい、そうするとバッグの側面がここですね、側面で大体というかこの1234マス分がバッグの側面となります。でハンドルはこの1マス増やしたところからこう斜めにグッと切って最後1本になって型にかけれるという風な仕組みになります。
で、なので、ハンドルのつける位置は、ここ、そして、ここ長々編みの段なので、裏から編みたいので、ここに糸をつけると。で、裏から編みたいので、この裏側を見ながら編んでいきます。バッグの中ですね。で、自分の編みたい位置に糸をつける。はい。ギュッとつけます。で、ここから立ち上がり編んでいきます。それでは、まず長々編みの段なので、1、2、3、4目立ち上がり編みます。で、長々編み隣の目に編む。図案に従って編んでいってください。で、斜めになっていくので、斜めになるのはこの中のマスにあるここ鎖4目あるんですが、これを3目にしたり2目にしたりしながら、このサイドを斜めにして、ここの長々編み3目の目がこうつながっていくようなデザインにしています。1、2、3目鎖編み。そしたら次ここに長々編み。前段は4目飛ばします。今鎖編み3目編んだけど前段は4目。で、ここはこの立ち上がりの鎖3目の3目目に針を入れて長編みをします。間違えた。長々編みですね。長々編みをする。で、隣の目にも長々編みを編みます。で、ここからは増減なしで、まずは編み柄に従って編んでいきます。で、1、2、3、4マス分編めたら、ここ最後になりますね。最後のマス。ここは1、2、3目鎖編み編んで、長々編みをここにつながるように編む。こんな風にハンドル1段目が編めます。はい、次は2段目。2段目は長編みの段です。これは表を見ながら編んでいく段。立ち上がり鎖3目で長編みを2目編む。そしたら、ここも斜めにしていくので、ここの面、ここと飛ばします。で、長編みをここ鎖2目を割って編む。で、この後は、ここ長編み4目を鎖割って編んで、最後、一番端は、長編み2目を割って編んで1目飛ばして長編み3目を編む。それではハンドル2段目1、2、3目立ち上がったら表に返します。そしてまず長編みを2目前段の長々編みに編みます。で、ここ3目鎖編みあるんですが、一番右の1目飛ばして左側の鎖2目に長編みを編む。こうすることで1目、減らし目という風になります。あんま目立たない。で、あとは図案通り長編みを編んでいく。この鎖編みを2目まで編みました。そしたら1目飛ばして最後も長編みを3目で、一番最後は前段のこの鎖4目の4目目を割って長編み、こんな風に編んでいきます。これをこう斜めに図案通りに減らしながら編みます。次3段目立ち上がり鎖4目長々編みを編む。で、ここ鎖1目で長々編みという風にこの図案に従いながら、このサイド両端ですねを減らしながら編んでいきます。
段目1、2、3、4目長々編み長々編み長々編みを2目編んだら鎖1目でまた長々編みと。こんな風に編んでいきます。こんな感じで三角形編めました。で、ここからはもうまっすぐ編んでいって良き長さにしていきます。図はこんな感じです。長々編みが左右に3目、真ん中に3目で、間に鎖編み8目と鎖編み4目4目となっております。ハンドル2本20段目まで編みました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、20段です。それではこの2本を剥ぎ合わせていきます。それではですね、この今内側が中が裏の状態。これを中表に合わせます。こんな風に。あんまりハンドルぐるぐるならないように気をつけてください。これを今中が裏の状態、外が表の状態を中が裏の状態にします。で、ここを剥ぎ合わせます。そしたら今この編み終わったところ糸を切らずに持ってます。一回ここで立ち上がりを編んで、この最後に編んだ段の長編みのこの内側を1本ずつ拾います。で、反対側は立ち上がり鎖3目なので、こんな感じで鎖を割って針に糸をかけて、これを一気に引き抜きたい。ですね。ちょっと今糸外れちゃったんでもう一回やります。糸かけて最後引き抜く。でまた隣の目を拾って糸をかけて引き抜く。これで全ての目を拾って引き抜き編みでハンドルとハンドルを剥ぎ合わせます。はい、最後の目まで引き抜き編みできました。そしたら最後キュッと引き締めて糸をカットして糸始末をします。表から見るとこんな感じ、裏はこんな感じ。そしたら糸始末します。この糸を針に通してこの辺の目になんかくるくるっとこう巻きつけつつ、こんな感じで糸をしまっていく。でそして金とこんな感じで糸始末をします。糸始末もできたら完成です。そして最後にネームをつけていきます。この下の下段のこの辺につけようと思います。
ここがちなみに12段目、13、14段目ですね。ここにつけます。ネームがついたら完成です。それではサイズを測っていきます。横幅が29センチ。そして高さがこの12段目までで23センチ。で、バッグの底の深さが 13.5。そしてハンドルの長さが 26.5 センチとなっております。はい、重さ 123g です。コードが約3玉 101g で、セイサミが 22、3g ほど使用しました。で、コード1本、セイサミ引き揃えのない場合もオンラインストアで販売するんですが、基本的なメーター数は同じぐらいになると思うので、3玉ぐらいになるかと思います。またちょっと今作りかけなので、完成したら、動画で撮ろうと思います。いかがだったでしょうか。夏に持ちたいビッグメッシュバッグ。このね、大きいボックスメッシュみたいなのがすごく新鮮で斬新なんじゃないかなってちょっと自分的には思っております。ぜひ編んでみてください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。TTTTT の書籍3冊現在発売中です。ぜひぜひそちらもご覧になってみてください。